さっきもビデオ見てるから分かりやすいよ。次はでかいんですよね、これ。パート1だけやりますけどね。メルボルン大学の、講義ですね。デビッド・ホームという教授がやってですね。でちょっと事前にこれ説明しておかないと、中身見てもちょっとよく分かんないんで説明しておきますと、彼はハン王国の家柄、ハンフェーズだから多分ハンっていう国があったんですね。彼は社会の病兵と良い政府のための処方箋は、第一に昔の検定のやり方、政治ってね、検定のやり方の政治キングスやり方のに戻るやり方に戻ることである。州の伝説上の始祖は、これ公職という、これ公職ってこれ伝説上の主要城の姫の名前って祖先、中国の農業の神、公職って言うんですね。帝州に仕えて農政に功績があったと言われているが、その彼に見習うべきだと言っている。1番目、彼はそういうふうに言ってるんですよ。見習うべきだと言って。第2に、人徳をはっきり示した政治秩序は王国の全土にわたって模範を示して指導する。第3に、礼儀の遵守による社会秩序は社会を強固にする。第4に、最も重要な社会を構成する社会階層に対しての重視は家族が中心になっている。すなわち老若男女の階層構造が最も重要だ。第5に、知識人の行動規範は礼儀正しい、高潔で誠実な紳士としての人徳を踏まえて行動することが要求され、現在においてもまた将来においても個人的な状況とか将来の見返りを考慮してはならない。第6に、社会階級に関係なく礼儀正しい学習と教育をすることだ。第7に、認識する必要がある。認識するってこれはコグニティブだから認知という言葉ですね。認知する必要があり、世界の中でも認識し存在するやり方だ。外の世界の物事は物事の原型に順応するようになされなければならない。すなわち当事者は当事者であり、知は知であり、人々は最適な規則に従わなければならない。これ6つ7つ挙げてますけど、あれって今まで説明で思うのは、1番目の春帝に見習うべきだとか、2番目の人徳をはっきり示した政治書ということを言って模範を示して指導するとか、3番目が礼儀とか言って、彼は礼ですよね。そういう意味では分かりますけど、1番目はちょっとそういうことも彼言ってるんでしょうね。当事者はこうした倫理観を持って当事しないと問題が起こるのだ。社会の結束はこうした姿勢を持っていれば人との関係がうまくいき達成できるのだ。官費は人間は利己的で打算的である損得によってのみ動く生き物だと断言している。中国近代の総称である李氏は神王の祭りごとに官費の残言を吹き込んで投獄させ、さらに獄中にある官費に毒を渡して有無を言わせず始末した。官費氏の本は10万字ある。効率的な統治の方法は干渉しない、透明性を持たない、公平に行うことだと言っている。透明性を持たない、公平に行うことだと言っている。これだからさっき言ったのとちょっと違うんですよね。多分これが間違えてるのかもしれませんね。透明性を持たない、透明じゃないで公平に行うということもちょっと公平に行うのでいいんだろうけど、透明性を持たないのかもしれませんね。透明性を持たない、公平に行うという、ちょっとさっきのあれだと透明じゃないっていう意味ですよね。こういうビデオ見てみればちょっと分かりますけど、レクターン、これレクターンってこれそうか合ってるのかな、数理ちょっと自信ないですね。合ってますね。レクターンいいね、そうですね。
プリンスリー、立派なトラップ、危険な場所に閉じ込められる。アーティファクト、遺物ですね。The question pertains to chemistry。その問題は科学に関係して pertains。Commission、作成を依頼する。Seek an injection to stop publication。出版の差し止めを請求する。Injection ですね。Smell of flowers pervade the room。pervade、漂っている。Knock-on effect、波及効果、ドミノ効果です。Knock-on effect。パラダイム、規範ですね。Gladiator、特権投資。Keep someone at bay、寄せつけない。Keep something at bay、寄せつけない。Ostensibly、表向きには。Esteem、評価、尊敬。Oddly enough、妙な話だな。Courtier、宮廷人。Courtier、コーティエかな。どっちだろう。クーティエかな。コーティエ。コーティエですね。コーティエ。Hold one's tongue、口をつぐむ、黙っておく、言わないとおく、口に出さない。Hold one's tongue。Blow a whistle、警告を発する、内部告発する、密告する、内部通報する。Blow a whistle、時々出てきますね。Forthright、歯に気を着せる、率直な。Forthright。問を得た分析。Incisive analysis。Incisive。Incisive かな。これもわかんないな。Incisive かな。Incisive ですね。これはパーセイ、それ自体。ブロッソム、成長する。活発になる。ブロッソム。花が咲くっていうことですね。with mathematical precision、極めて正確に。mathematical、極めて正確に。itinerate、渡り歩く。by all accounts、誰に聞いても。みんなの話では。by all accounts。hereafter、これ以降は、ここはこれ以降はっていうんですね。hereafter。tribulation、苦難。tribulation、試練。emanate、ごめん。emanate、感情が出る。声が発する。噂が広がる。emanate。archetype、典型例、原型です。archetype。プロトタイプと同じですね。アーキタイプ。コンフォーム、従う。dwell on the past、過去のことをくよくよ考える。dwell on the past。blurb、宣伝文、広告。これは聞いたことないな。hairly、これも意味間違えますね。hairly、ゾッとする、ハラハラする。hairly。eminence、これは行為、巧妙、卓越、名詞、訪問の eminence。persist、これはパシストですね。despise、ひどく嫌う。look down on、いっぱいあるな。embodiment、具体的に表すもの。具体化、体系化、具現化。embodiment。the penal system、刑事制度。condemnation、mysticism、神秘主義。祈りや瞑想により神との合一、真実を得得しようとする立場。ミスティシズム。コンコクション、類を見ない組み合わせによる調理、調合。コンコクション、調合。類を見ない組み合わせによる調合、調合。クリニカル、
冷静な客観的なクリニカル、ブリーク、状況が喜べない。バイオグラフィー、これ電気ですね。コンファイン、限定、制限する。シオン、子孫末裔、シオン、これシオンですよね、発音。ああ違うわ、サイアンだ。これはダメだ。これ発音違う、全然通じませんからね。サイアン、ファシクル、言葉分冊、ファシクル、トリータイズ、論文、トリータイズ、ステートクラフト、国政術、ビセット、悩まされる、見せている、ビセット、コレクティブ・リスポンシビリティ、共同責任、アドボカシー、支持、擁護、バーミン、害虫、ネズミ、イタチ、バーミン、ウェーブ、嘆き悲しみ、リメインインパーシャル、公平な立場ですね。インパーシャルってこれ間違いやすいですよね。公平な立場って。オカルト、超自然学、神秘学、霊術、霊的行為、オカルトですね。ピシー、これはどっちか分かんないで2つ並べたんだけど、ピシーは怒った、プリプリした。こっちはピシー、簡潔で用を得たってこと。本文は多分下の方だと思いますね。カーソリーグランス、ざっと見る。I'm indebted to him for this information. 彼の情報のおかげで情報が手に入った。I'm indebted to him のおかげで indebted to him. エピステモロジカル、認識論、エピステモロジカル。プリエミネントに卓越して、エンピリカル、実証に基づいた。パーティネント、関係がある、適切な、あとはぴったりある感が。うわー、すごい。これですね、字幕なしで見ると、やっぱ分かんないですね。昨日、字幕なしで見たんですけど、分かんないですね。字幕出せないとですね。今、その練習してるんですけどね、難しいですよね。いやこれ2つあるんですけど、2本目はちょっとね同じぐらい長さですけど難しいんでちょっと来週にしますけど、これをまず見てみましょうね。これ字幕出せないとちょっと分かんない。Ladies and gentlemen, the great thinker whose work I am going to introduce tonight is Han Feitzer, a political theorist. Excuse me if I sort of move around and read from this. There isn't a lectern, so I'll be my own lectern as well. A political theorist who lived in the final years of the Warring States period in China, just before the final unification of the First Empire under Qin Shi Huangdi in 221 BCE. Just in case you are wondering which of these three syllables is the surname, a common problem with Chinese names these days, Han is the feudal state into which whose princely family he was born. Fei is his personal name, and Zi is the honorific title given to eminent teachers and philosophers. The name Han Feitzer is well known in China as the greatest of the philosophers of the legalist school. His name is almost entirely unknown in the West, in spite of the fact that it was his political doctrines which enabled the Qin to consolidate their conquests and later Chinese dynasties to develop the sophisticated administrative practices that made governing a large empire possible over the long durée. Indeed, we can go even further and say that it was Han Fei's teachings, or their implementation,
that led to the consolidation of a deliberately rational administration and law in China. ちょっと待ってね。 His name is almost entirely unknown in the West, in spite of the fact that it was his political doctrines which enabled the Qin to consolidate their conquests and later Chinese dynasties to develop the sophisticated administrative practices that made governing a large empire possible over the long durée. ラングジュレイ。これ合ってるかな。違うよね。ランジェリーじゃないよね。そういやそうだけど。ランジェリー、ランジェリー。Indeed, ちょっと違うんだよ。僕弾いたんだと思うんですよ、これね。でも女性を下着って出てきたから、多分これちょっと。governing a large empire possible over the long durée. わかんないな。 Indeed, ロン we グなんとかって言って。 We can go even further and say that it was Han Fei's teachings or their implementation that led to the consolidation of a deliberately rational administration and law in China, including the development of the civil service examination system and all the other trappings of a meritocratic bureaucracy. Bureaucracy, of course, was originally a Chinese invention. It was transmitted to Europe in the 18th century by the philosophes and later spread around the world thanks to the European imperial and colonial expansion of the 18th, 19th and early 20th centuries. So in an important sense, the teachings of Han Fei are not just a cultural artifact pertaining to China alone, but rather should be seen as ancestral to our own society and culture as well. I must make a couple of apologies. First, you will have seen in the brochure for this lecture series that there is no picture of Han Feizi. I apologize for this. There are good reasons for this omission. Han Fei died young, effectively assassinated by his political rivals before any portrait could be commissioned. One could perhaps find a line drawing of him dating from the Cultural Revolution period, stern-jawed, and solid in build, looking determinedly out into the future, windswept. I decided in this case that nothing was better than something. Another apology. There is no bookstand selling the works of Han Feizi outside the lecture hall. I regret this, and I do not think you would have been disappointed had you bought a copy of his works. Our last readings told me that the only publications available were imports. They ordered a small number of them overseas by slow boat, I expect, and they'll be there eventually. Actually, even in the Balliol Library here on campus, the work of Han Feizi turns out to be remarkably hard to get at. There is only one copy of Burton Watson's English translation and one of 2 volumes of W.K. Liao's translation of the complete works. Only one volume. The other volume is in storage in a warehouse somewhere in the back streets of Brunswick. A final apology. There are no PowerPoint slides. Now, I think that Han Feizi himself would have liked the idea of PowerPoint, but in view of the likely circumstance that very few of you would have had any prior acquaintance with his work, I thought the best thing would be to spend some of the time in this lecture reading to you selected passages from his works. It's always better to let people speak for themselves in whatever form that takes, and that way too you can begin to form your own impressions and judgments of his thought and character. So, now, Han Feizi. Before I talk about Han Feizi, I need to talk about not Han Feizi. Some of you may be wondering, why isn't he speaking about Confucius? Confucius, after all, is in the news. What with Confucius Institutes and the new leadership of the Chinese party state promoting a harmonious society, an ideal which is directly reflective of Confucian concerns for kindness and mutual respect in public life, and in direct contradiction also to Mao Zedong's injunction to never forget class struggle.
これだから講師とハームページの関係者は別 So understanding something about Confucianism, yes, is indeed important for understanding contemporary China. I'm not going to do that here, but I will show you this little red book. Now, this may not... これ僕はてっきりモンゴルかと思ったそうじゃない be what you might think it was at first. This is a selected quotations from Confucius, taken from the Analects, translated from classical Chinese. これさ、多分この本多分モンゴル語の本だと思うんだよね。これちっちゃいの。この人間違えて言ってんだよね、きっと。論語の抜粋だって言ってるけど、僕これ持ってたよね、前。引っ越した時全部捨てちゃったけど。Into modern Chinese and into English and pervade around the world in this. あれ？パーベルってなんだっけ？あれ？全体に行き渡る、浸透する、普及する。パーベルト。どこら辺だったかな。わかんない。いや、こういうとこか。ちょっといい加減だけど。Handy dandy pocket size pocket edition. Beats Penguins. On Confucianism itself, which does indeed have much to teach us about how to be good. More in a moment. On the other hand, those of you who came from the corporate world, is there anybody here? Anyway, you may be wondering also, why didn't he choose to lecture on something really useful like Sun Tzu's Art of War? Well, Sun Tzu's Art of War has been making the rounds of the corporate boardrooms for quite a while now, and its well-known maxims about how to fight 100 battles and win 100 victories, and how to win without fighting, have become reasonably well known. The answer I would put to you is this. Sun Tzu's Art of War is much less useful than it's been made out to be. It's a handbook for generals. Even by analogy, its lessons are of questionable value for CEOs and even less relevant for ordinary people in a contemporary advanced post-industrial society. これから言ってちょっとさ、引っかかんだけどね。Useful than it's been much less useful made out to be. It's a handbook for generals. Even by analogy, its lessons are of questionable value for CEOs and its lessons are of questionable value for CEOs and even less relevant for people ordinary people in a contemporary advanced post-industrial society. Its lessons are hard to operationalize on a day-to-day basis. そうかな、僕これ彼の言ってることは納得できないけどね。In any case, one would have to question the knock-on effects of the war. ノックオンエフェクトってさっき言ったんだけどな、なんだっけ。ノックオンエフェクトってなんだっけ。なんとか効果。あれ？ドミノ効果、波及効果。Fighting paradigm of corporations led by overpaid gladiators, as it were. グラディエーターって戦う剣闘士。This is yesterday's model.
This is yesterday's model って彼言い切っちゃってるけど、ちょっと違うと思うんだよね。どう思うあなたこれ。孫子の兵法って古いやつで今の現代に向いてないって言うんだけど、全然違うと思うんだよね。おかしいと思うんで、ちょっともう一回聞いてみる。俺これでこう言ってるけど、と思って聞いたんだけどさ。おっちょこちょいなおじさんなんだよ。いやー、そんなことないよね。これね、なんていうかな、この人ね、学者なんだよね。やたら細かいこと言うんだよね。だから僕はこの人そんなに見てる人いないけど、いや詳しく言うんで、もう一人のこの人取り上げようと思ったんですよ。The Han-Fuzi was devout thought あ、これじゃね that え。 emphasizes the need. どうだったかな。あれどうだったかな。これ今のやつだな。あれこれ今のやつね。こっちか。こっちだね。まあいいや。ちょっともう一回。To teach us about how to be good. More in a moment. On the other hand, those of you who came from the corporate world, is there anybody here? Anyway, you may be wondering also, why didn't he choose to lecture on something really useful like Sun Tzu's Art of War? Well, Sun Tzu's Art of War has been making the rounds of the corporate boardrooms for quite a while now, and its well-known maxims about how to fight 100 battles and win 100 victories, and how to win without fighting, have become reasonably well known. The answer I would put to you is this. Sun Tzu's Art of War is much less useful than it's been made out to be. It's a handbook for generals. Even by analogy, its lessons are of questionable value for CEOs and even less relevant for ordinary people in a contemporary advanced post-industrial society. やっぱ間違いないね。彼否定してるね。Its lessons are hard to operationalize on a day-to-day basis. オペレーションの実行するっていうね、ことができない。デイトゥデイベーシスでね。間違えてるね。こういうのを見るの大事だよね。これがやっぱりね、我々が今ね、日本の新聞見てると疑問を持たないで見ちゃうけど、こういうの見てるとさ、いやーこれ聞き流しちゃいけないなっていうか、要するに人の意見を OK するのとノーするのとこう入り混ぜて聞き分けていかないといけないわけですよね。日本人それできないじゃないですか。これいい例ですよね。あれと思って。僕つい聞き逃してたけど、今聞いてて、あれと思って。ドミノ効果ね。Of corporations led by overpaid gladiators, as it were. オーバーペイドっていっぱいお金払ったグラディエーターって戦う戦士ね。This is yesterday's model. だからこれは昨日のモデル。いっぱいお金払った剣闘士によって導かれたなんかそういうふうな戦いっていうのはもう昨日のモデルだから今は適用できないよ。So, by contrast, by contrast, それと対照的に the writings of Hanfei actually address, as it turns out, many of the problems in modern life much more directly, including those faced by CEOs. They are about power and how to use it. 彼はだからハンフェイズって現代のその起業家にね適用できるって言ってるんですよね。損しちゃダメだって言ってんだけど、なんか何言ってんのかなってとこあるけど。But also about how to approach power or deal with it if you don't have it. They are about the dynamics of interpersonal relations with Dynamic of interpersonal relations within complex organization. within complex organization にこれハンフェイズ使える。They are 使え about る the かもしれな effects いね。 power has on information flows and of how knowledge and information are distorted in its 歪められる。presence.
distorted. They are also about how to deal with bad people. Bad people. もうさっき言った bad people って家臣ね。In Han Fei's case, the context is feudal states, led by フューダルステートの崩壊制度 an の崩壊 hereditary ruler assisted by ministers ヘレリタリーは、修正 and generals, organized in such a way as to maximize the wealth and power of the state and society and keep disorder at bay. 無秩序を寄せつけない。 In our own time, most of us who work in large organizations, led either by a CEO, a vice chancellor, a school principal, a スクールプリンシパルって校長ね。 department head, or a boss. Even in ostensibly democratic Western society, これはオステンシブリーってさっき出てきたね。オステンシブリー。表面表向きは democracy usually stops at the front door of the office block. And the organizational structure of reporting lines, supervisors, etc. takes over. So the issues we face in our working lives about promotion or non-promotion, esteem or the lack of it, performance reviews, エスティームって評価とか尊敬とか敬意 access to the boss's ear, tend oddly enough not to be very different オーディナーって奇妙なことだけど in general character from those faced by courtiers, ministers and advisors コーティアって宮廷人政府の中の大臣 at the court of a Chinese feudal state. The moral dilemmas also tend to be モーラルダレマってこれはモーラルのこうダレマでここで僕引いてないねジレンマだよね oddly similar. What do you do about people who slander you, for example? スローター殺すですよね When should you speak out? And when should you hold your tongue? 欧米単が口をつぐむ How much complicity is acceptable and how much is unacceptable? When do you draw the line? When should you blow the whistle? When do you walk ブロードウィッスルって警告発する away? All of these are very difficult issues. On these matters, actually, Han Fei discourses in great detail and depth, in a way which is engaging, forthright, clear-sighted, and analytical. 歯にフォースライド歯にを気に着せない要するにこういうふうなこういろんなことに対してはもう放置でねさっきの説明した通り Decisive. どう得たに最終 He does this in a way which removes ethical considerations from remove ethical consideration 倫理的な考え方を取り除いた what is essentially a discussion about the workings of political power per se ね、政治的な権力 and それ自体パーセ the effects of various kinds of action. I'll say something about Han Fei and his time. The time in which Han Fei lived at the close of the Warring States period has much in common with our own time, albeit あれ戦後時代は has much in common with our own time 今の現代の我々と much in common 共通して at る a different technological level. まあ技術は違うけどね From the relatively ordered feudal and aristocratic society of the middle of the Zhou dynasty some centuries before, the kingdom of the Zhou had fallen apart into a congeries of ジョーダイナスティって州のことじゃないかな feudal successor states at constant war with each other. The old ideals had fallen into desuetude, and strong men battled it out. これちょっとねわかんないんだよねなんだろうちょっと待ってね Ideals had fallen into desuetude, falling into desuetude and strong men battled it out. The closing decades of the Warring States period saw an increasingly intense arms race, yes, they had them too back then, between feudal states and the application of new methods of organization in the state apparatus, the army, and in the population at large.
It was a time when states sought to maximize their wealth and power by increasing their efficiency. This was an age that saw the beginning of rational calculation of competitive advantage and efficiency and its application indeed to all areas of government operations. これ今の話ですよ。 Social organization of what 2 millennia later would blossom and become mathematical management. これだから2000年経ってね、マスマティカルってね、極めて正確なっていうんですけど、ここでもマスマティカル、これどういうかな。This period was also a time when itinerant advisors, 相手の渡り歩く分解する。 the philosophers and the sophists, traveled around from court to court, trying to sell their advice to rulers who were becoming increasingly anxious about the survival of their states. まあこういう法治国家というこういうふうなね学者たちが国をまたがってね、So the 説得して回って。 philosophers were kind of like external consultants. If you bought their だから今のね現代に当てはめて説明してるの。これコンサルタント、昔のコンサルタント、今のコンサルタント一緒だよねって。で、これについては僕は今一生懸命運動塾で僕が勉強してきたっていうのはこういう意味でのなんていうかな、コスト削減的なコンサルタントじゃなくてやっぱり心とか精神とかものを考えるとかってそういうことは必要だよねっていうコンサルタントね。policy prescriptions, you had to feed them. プレスクリプションで処方箋だよね。A major school of such advisors were the Confucians. まあほとんどはね講師が中心だけど。 Confucius himself lived several centuries earlier, in the 5th century BCE, by all accounts, but already the これバイオラカウントって誰に聞いてもみんなそうだよね。 decline of the Zhou was much inevitable. デクラインのジョーってなんか国だよね。 His prescriptions, I need to just go through them with you. His prescriptions for social ills and for good governance included the following, very briefly. First, a return to the ways of the ancient sage. これさ、彼いくつかの提案してんだよね。ここ To just go through them with you. His prescriptions for social ills and for good governance プレスクリプション、社会的な悪に対する処方箋、for good governance、いい政治。 included the following, very briefly. First, でそれはだから社会悪とかグッドガバナンスに対して彼はいくつか言ってるんです。これ僕はさっき挙げたと一緒ですけどね。挙げたいこれですよね。これ第一にとか言ったでしょ。これ第一にこれ彼説明してるんですよね。 return to the ways of the ancient sage kings and the founding rulers of the Zhou dynasty. ジョーダイナスティは行と春ですね。 Second, ジョーダイナスティってこれジョーだからエンシェント政治キングス&ファンデーション・オブ・ルーラーズジョーダイナスティだからジョーダイナスティ a political order in which the ruler manifested the virtue of benevolence and ruled by example, spreading his moral influence throughout the kingdom. だから第2番まで言ってさっきねカンピ氏がこんなこと言ったかなっていうちょっと疑問があるんですけど A political order in which the ruler manifested the virtue of benevolence virtue of benevolence ですね and ruled by example, spreading his moral influence throughout the kingdom. これだからカンピ氏じゃないんですよね。多分この先生ねちょっとミックスしてますよね絶対。 Third, a social order in which the observance of ritual and propriety これは言ってんだよリーチャルプロプライティね。リーチャルもプロプライティ例ですよね。オブザーバンスソーシャルオーダー。 served as the social cement.
Fourth, 固める。 respect for social hierarchy, a hierarchy of primary social relationships centered on the family, such as これなんだっけ、終身成果のこと言ってますよ father, ね。 son, elder brother, younger brother, and so on and so forth. 教育職をね。 Fifth, the personal ethic for educated people, the so-called junza or gentlemen, gentle persons, that required them to act ethically regardless of the personal consequences and with no thought of future reward either in this life or in any hereafter. これちょっともう一回聞き The ます younger brother, and so on and so forth. Fifth, the personal ethic for educated people, so-called パーソナルエシックス、倫理観ね。 junza or gentlemen, gentle persons, that required them to act ethically regardless of theアクトエシカリ、倫理的に行動する。リガードレス personal ト、 consequences 自分のいろんな状況とか関係なくね、倫理的に行動する。 and with no thought of future reward either in No thought of future reward this either life in or this. in any hereafter. これね、4番目、そんなこと言ってるから4番目。彼はここで言ってるさ、完璧しこんなこと言ってないと思いますよ。要するにリボードとかそういうふうなもの期待しないでね、エシカルスタンダードに基づいて行動しなきゃならないなんてことは完璧しは言ってないんだ。いわゆるスーペレパーソンというか君主がね、そういうふうなことをきっちりガチガチやるっていうことで、ちょっとそこら辺のところで彼は企業に当てはめたらどうなんだってことを意識しすぎて完璧をちょっとよじってるような気がするんですね。それで僕はさっき3つビデオを入れたんですね。あれ頭しっかり入ってるとと思う。 Sixthly, respect for learning これ6番目に言って6ですね。 and education regardless of social class. これね違うんですよね。完璧は教育しなかったんですよね、意図的に。 And finally, a cognitive order. これコグニティブって認知ですね。 That is a way of conceiving and being in the world, in which things in the outside world should be made to conform to their archetypes. Rulers should be rulers, fathers should be fathers, sons should be sons, and so forth and so on. In other words, people should conform. ここで人徳をわきまえてっていうのは完璧はそんなこと言ってないんですよね。第6に社会科学に関係なく礼儀正しい学習、これもないですよね。第7に認知する必要があり、世界の中で認知し、要するに物事の原型に順応するっていうこと、当事者、死や死っていう、要するに階級社会、適切な規則、それはそうですよね、完璧の世界。 Conform to their ideal rules. だからやっぱりね、これね、ちょっと違うんですよね、ここ書いてるの。 The followers of Confucius, notably Mencius and Sun, further elaborated these ideas in the areas of statecraft. A great deal ステートクラフトって言ってるのこれね。エイトクラフトステートクラフト。なんだっけ、ステートクラフトってこれね。書いてない。政治的手腕ですね。ステートクラフト。これどっかにここかな。違う、ここだ。でもやっぱりこれあれですよね。勉強しないといけませんよね。of the writings of Mencius, for example, are devoted to the question of how to make a state well-ordered, strong and secure. The Mencian solution to this puts the spotlight on the moral qualities of the ruler himself. モーシはモラルクオリティですね。If the ruler acts ethically and exemplifies virtues such as benevolence, exemplifies 強調するvirtues such as the benevolence people 人 will ですね。 support him and will be willing to act on his behalf. If not, not. Most of the tribulations suffered by rulers
トリビュレーション、苦難、試練。 Rulers come as a result of their not acting ethically and だからその試練というのはその not acting ethically だから not looking after the not looking livelihoods after the livelihood ですね。 of their subjects. Now, such Confucian arguments are persuasive. Solidarity is indeed 連帯、 fostered by an ethical disposition that recognizes エスカルディスポジション、倫理的な配置、性 human 格、 integration. ディスポジションって配置だったから、性格だった。性格ですね。相互関連性。 Connectedness, benevolence, if you like. If it is the ruler who emanates this moral quality, the effect in society is much greater than if an ordinary person is good. で、今日はこれぐらいにしましょうね。もうちょっと10時半過ぎちゃったので。それで、まだ半分残ってるんで、僕はね、ここのビデオを出したのはですね、要するにその、日本のビデオとか記事とか、こういうことはありえないんですけども、海外のビデオってこういうことよくあるんですよ。だから物事について何でもその彼が言ってることは正しいとかね、絶えずそれを疑問に持ちながら、いや、何が正しいのか、で彼が言おうとしていることは何なのかということをですね、やっぱりきちんと把握して、それにその我々が考えるということですね。そういうことが大事だという、そういうビデオです。だけど、彼自身は確かに勉強しててですね、よく分かってるところもあるし、僕はよく分かってない。孫子の兵法なんか全く勉強してないみたいで、分かってないんですね。で、かといって、韓非子をきちんと理解してるかというと、どうもそうではなさそうな気配ですね。ですけど、やっぱりそういうふうなことを我々はその、肩書きとかですね、タイトルで惑わされないようにしないといけないというふうな一つの例ですね。こんなところでいいですかね。はい。で、あと1時15分ですけど、これちょっとこれでストップ。リコーディング。